こんにちは。今回ご紹介するのはポータブル電源オールパワーズ R2500 アウトドアや防災に活用ができる 2016Wh の大容量モデルです。箱を開けると付属するのはケーブル類が入った袋と説明書のみ。非常にシンプルです。続いて本体を取り出してみましょう。いや、これはめちゃくちゃでかい。重量 27kg ありますからね。キャンプに持っていくにはちょっと大きいかもしれませんが、防災用として家に置いとくのにはまあまあ置けるかなという大きさですね。付属品はこの充電ケーブル。ポータブル電源本体をコンセントに挿して充電するやつですね。あとはこの説明書が入った封筒です。説明書と、あともう一つなんかちっちゃな保証を受けるときに必要な紙が入ってます。裏面を見ると LINE 友達募集中。ぜひとも友達になってあげてください。説明書は多言語対応でしっかりとしたページ数があります。正面から本体を見ていると各ポートにカバーがついていて、外での使用でもポートにホコリが入りにくい構造になってますね。下部には 100V 電源が5口ありますが、うち1口は特殊形状です。左上には USB 端子が並んでいて、タイプ A が4口、タイプ C が2口あり、合計で 200W の出力ができます。ノート PC の充電も十分 OK ですね。ただこのゴムカバーなんかしっくりこないんですよね。右上にはDC 出力とシガーソケットがあります。合計で3口ですね。私はあまり使うことがなさそうですが、DIY や車中泊では活用できそうですね。ただ自宅で使うことに関してはこの DC の 12V とかあまり使うことないですよね。このゴムカバーがやっぱりしっくりこないですね。ちょっと浮いてるのがめっちゃ気になる。そして次、よっしょ。やっぱり本体重たいですね。左側面にはカバーを押すと拡張バッテリー用の接続ポートが出てきます。しっかりとした作りで開閉の感触もとてもいい感じです。ただ多くの方は単体で使うのであまり出番はないのかなと思います。上部にグリーンのアクセントが入ってますね。これすごいおしゃれですね。ここわざわざお金かけないとできないのでめちゃくちゃ素敵です。本体背面にはアプリ連動用の QR コードとスペックシール。見た目はシンプルで特に何も言うことはありません。連動アプリをわざわざアプリストアで検索しなくてもここに QR コードがあればすぐに見れるのでありがたいです。次に右側面ですね。入力ポートがあります。こちらもグリーンのラインが入っていて統一感ありますね。カバーを押すと開く構造で、右からソーラーパネルの入力端子、中央にはリセットボタン、左側には AC100V 充電ケーブルポートが並んでいます。この蓋はカチッと押すタイプなのですごく安定感がありますね。勝手に開くことはなさそうです。電源をつけてみましょう。正面電源ボタンを長押しで電源が入ります。本体起動するとディスプレイには入力、出力、バッテリー残量、残りの使用時間量などが表示されていますね。上部にはくぼみがありますが、これはワイヤレス充電機能は非搭載のモデルです。容量が1つ買いモデルには天板にワイヤレス充電機能が搭載されているようですね。このモデルは追加バッテリーを上に乗せることを考えているのでありませんね。スマホアプリとの連動を試してみましょう。まずスマホアプリをアプリストアからダウンロードしてください。本体は左側の USB 電源ポートのところを長押しすると Wi-Fi、Bluetooth がオンになります。ディスプレイにもこの部分に表示されるので分かりやすいですね。アプリの指示に従って次とやっていけばもう自動的につながるみたいですね。特に何も難しい設定はありませんでした。自動的にモデルが表示されます。それをタップすればもう勝手につながるという感じですね。待っていればつながります。アプリに表示されるポータブル電源の絵は違うモデルみたいですね。接続はできましたが 0% のままです。接続できましたね。アプリ画面にバッテリー残量ですとか本体に表示されている情報が一通り表示されているという感じですね。あとはアプリからそれぞれの操作ができます。AC の出力のオンオフ、あとは USB のオンオフ、DC12V のオンオフ、すべてアプリから操作ができるみたいです。これは簡単ですね。遠隔にいる時にオンオフすれば、待機電力というか無駄な電力を抑えられるっていうのがありますよね。本体側の設定も変えれるみたいですね。この部分で充電モード、静音モード、普通、急速と選択ができますし、その他エコモードというものを選択できます。エコモードの設定では一定時間使われていない場合に自動的に電源をオフにするという機能で、逆にエコモードをオフにすれば常時使用できるので必要なシーンに合わせて選べるのはかなり便利ですね。大容量のバッテリーなので、あと気になるのは充電時間というところでしょうか。充電時間を試してみましょう。バッテリーをようやく 0% までいけたかなと思ったんですが、この機械はどうやら 5% になれば過放電を防止するという意味で止まるみたいです。充電中の騒音なんですけど
ども、そんなに気になるレベルのファンの回転ではありません。これが通常のファン、多分ファンは3段階で回るのかな。中速で回った場合は45デシベル前後で回っています。静音充電モードなら45デシベルから47デシベルほどで回っておりますね。日中充電した場合は生活音に紛れるので全く気になることはありません。ただ普通充電モードと高速充電モード、急速充電モードですね。それですると52デシベル、53デシベルぐらいまでは上がってしまうので、ちょっとうるさいかなっていう程度なんですが、遠くに置いておけば全く気になることではないですね。バッテリー充電のファンの騒音についてはこのぐらいなんですが、気になるのはバッテリーの充電時間ですよね。それぞれ比較してみました。静音、普通、急速モードで充電したんですが、この充電電力の図を見ていただいたらわかるように、途中から右にガタッと落ちているのが分かります。 90% まではそれぞれの充電モードで充電をするみたいです。静音充電モードの場合は660から 680W ぐらいで約3時間、通常モードの場合は 1020W 前後で 90% 充電まで約2時間、急速モードの場合は 1440W で 90% 充電まで約1時間ほどで充電できます。 90% を超えるとバッテリー保護のために自動的に充電速度が落ちているみたいですね。 100% 充電まで普通充電モードと急速充電モードだったら30分しか差がないので、普通充電モードでいいかもしれません。続いてソーラーパネルです。今回使用するのは最大出力 200W の SF200、付属品は固定バンド8本とケーブルのみです。フレキシブルタイプなので、主に車の屋根などに固定して使うのがメインのようです。柔らかくて U の字に曲げることも可能です。250度まで曲げることができるみたいです。すごいですよね、これ。多分これもっと曲げることができるんじゃないかなと思います。最大で 200W で出力した場合は約10時間ほどで充電ができるみたいです。ただ計算上の数値なのでそうはいかないでしょうけどね。ソーラーパネルとの接続は簡単です。付属のケーブルをこうやって接続をして、あとは本体に黄色いところを刺すだけです。刺さるところにしかこの端子は刺さりません。刺し間違いを起こすことはありませんので安心してください。現実的なところで考えると、晴れの日が2日あれば満タンになるんじゃないかなと思います。実際に車のルーフにつけて少し走ってみましょう。やっぱりソーラーパネル天井につけるとなれば飛んでいったりとかバタつきが心配ですよね。走行中に飛んでったらシャレにならんかな。でも8本のバンドで固定をすればかなり安定感はあります。ケーブル類を室内に取り込むのがちょっと課題ですね。天井に穴開ける勇気がないので、とりあえずは窓から室内に通しました。少し走行をしてみましょう。この日はあんまり天気が良くないんですけども、雨が降ってるわけでもありません。しばらく走ってみましたが、ソーラーパネルはかなり安定しています。走行中のバタつきや飛ばされる心配もありましたが、固定をすれば意外と安定をしています。これだったら高速を走行しても大丈夫そうな感じがしますね。ただ固定はしっかりとしてしばらくチェックは必要そうですけど、飛ばされることもなく無事に目的地に到着することができました。ただ広い広場に到着したんですが、天気は曇りです。ソーラーパネルを下ろして充電をしてみましたが、24W でしか充電ができません。これだと3週間以上かかってしまうという計算になりますね。現実的ではありませんね。晴れた日にも試す必要がありそうですね。晴れの日に来ました。ようやく晴れた正午過ぎ、太陽が高くソーラー発電には絶好のタイミングです。ちょっと計測してみましょうか。ソーラーパネル出してしばらく経ったんですが、どのぐらいで充電ができているんでしょうか。このソーラーパネルポータブルにはなかなか向きませんね。ルーフラック専用という感じでしょうか。結果は 145W ぐらいですね。145から 150W ぐらいで充電ができています。この電力だったらだいたい14時間ほどで充電ができるので、現実的な数値じゃないでしょうかね。最後に UPS 機能を紹介してみます。無停電電源装置ですね。コンセントからの電源供給が断たれた時に自動的にバッテリー供給に切り替わる、そういった装置です。災害の時に役立ちます。停電の時に勝手に切り替わる、パソコンを壊さなくて済みそうですね。今回は停電状態を作るということで、コンセントからポータブル電源につながってます。ポータブル電源の出力からはゲーミング PC につながっており、向こうのディスプレイもタコ足配線をされているという状態ですね。このポータブル電源が 0.015 秒で切り替わるので、人間の瞬き 0.1 秒よりもはるかに速い速度で切り替わります。では実際に試してみましょう。コンセントを抜いた段階から電力供給が切り替わります。パソコンすら気づかない。
すごいですね。電源供給が断たれた時にポータブル電源のファンが回り出します。ここで切り替わったことがわかるんですが、パソコン向こうのディスプレイは一切変化がありません。挿してみましょう。ポータブル電源に電源供給が開始されるとパススルーでゲーミング PC には電力供給がされます。そして使用された分の電力がまたポータブルバッテリーに充電されるという仕組みです。もう一回抜いてみました。全く変化ないですね。パソコンは一切気づかず起動し続けています。これはすごいです。非常時の電源としてはかなり心強いです。その他詳細であったりとか詳しい検証はブログの方に載せておりますので、ぜひそちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。